9時をお知らせします。This program is Whiskey Radio, Drama FM. 時刻は午後9時を回りました。金曜日の夜のウィスキーラジオドラム FM の時間です。お相手はナビゲーターのシーカーでお送りします。この番組ではウイスキーニュースをはじめ、バーで見かけたら一度召し上がっていただきたいウイスキーをご紹介していきます。ぜひお酒を飲みながらどうぞ最後までお付き合いください。アメリカ政府は2026年7月24日からスコッチウイスキーを含むイギリス産ウイスキーに課していた追加関税を撤廃すると発表しました。2025年から続いていた 10% の追加関税がなくなり、再びゼロ関税へ戻ることになります。この関税によってアメリカ向けスコッチの輸出量は約 15% も減少し、業界全体では毎週およそ400ポンドもの損失が発生していたと言われています。これを受け、英国政府は発表からわずか48時間以内に関税ゼロとなった最初のスコッチをアメリカへ輸出すると発表。まさにスピード感のある対応で、現地でも大きな話題となっています。ですが、実は単なる関税がなくなったという話ではありません。背景には政治や外交、そしてウイスキー業界ならではの深いつながりがあります。きっかけの一つとなったのは、今年春に行われたチャールズ国王夫妻のアメリカ訪問です。その後、アメリカ大統領が英国王夫妻へ敬意を示す形で、英国産ウイスキーへの関税撤廃を表明し、今回の正式決定へとつながりました。さらに興味深いのは、アメリカ側にも大きなメリットがあることです。スコッチの熟成にはバーボン作りで一度使われたアメリカンオークダルが欠かせません。つまりスコットランドの蒸留所が元気にウイスキーを作り続けることは、アメリカのバーボン業界にとっても使用済みの樽を輸出できる大切な市場を守ることにつながります。世界では今、新たな関税強化の動きが広がっています。そんな中、英国産ウイスキーだけが特例として完全撤廃の恩恵を受けることになりました。これからも世界のウイスキー業界がどんな動きを見せるのか、引き続き注目していきたいですね。それでは海外ニュースをお届けしたいと思います。今回はラフロイグから登場したとてもユニークな限定ボトルをご紹介します。その名もウィレム・バイ・ウィレム。ハリウッドを代表する名優ウィレム・デフォー氏とのコラボレーションによって誕生した14年熟成の限定シングルモルトです。芸能人とのコラボボトルというと、名前だけ貸しているような企画を想像する方もいるかもしれません。しかし今回のボトルは少し違います。実際にウィレム・デフォー氏本人がラフロイグ蒸留所を訪れ、シニアウイスキーメーカーのサラ・ダウリング氏と共に複数の原酒をテイスティング。その中から自身の感性で最も心を動かされた一本を選び抜きました。熟成年数は14年。オロロソシェリーダルで硬熟を行い、アルコール度数は 53.7%。カスクストレングス、ノンチルフィルター、ナチュラルカラーというウイスキーファンには嬉しい仕様です。ですが、このボトル最大の特徴はスペックではありません。なんと公式テイスティングノートが存在しないのです。普通であれば潮風を感じるピートスモーク、ドライフルーツやスパイスなどの味わいが細かく説明されます。ところがこのボトルにはそうした説明が一切ありません。その理由は映画業界で使われるノーノーツという言葉にあります。俳優の演技が完璧だった時、監督はノーノーツ、つまり修正点はありませんと伝えます。この考え方をウイスキーにも取り入れ、あえて味を言葉で決めつけず、飲む人自身が自由に感じてほしい。そんな思いからテイスティングノートをあえて用意しなかったそうです。さらに面白いのは、ラフロイグがファン参加型の企画まで用意していることです。公式サイトではこのウイスキーを飲んだ方から独自のテイスティングノートを募集しています。しかも応募方法は自由。文章だけでなく詩やイラスト、さらには映像作品でも構いません。そして優秀作品に選ばれた方は
次回のラフロイグ公式ブランドフィルムでウィレム・デフォー氏と共演できる権利まで与えられます。ウイスキーは香りや味を言葉で共有する文化でもあります。だからこそ正解を用意しないという発想はとても新鮮です。同じ一杯でもある人は潮風を思い浮かべ、ある人は焚き火を思い出す。その違いこそがウイスキーを楽しむ醍醐味なのかもしれません。ラフロイグらしい個性とウィレム・デフォー氏ならではの芸術的な感性が融合した非常に印象的な限定ボトル。皆さんならこのウイスキーを飲んでどんな言葉で表現しますか？ぜひ自分だけのテイスティングノートを考えながら味わってみてはいかがでしょうか。動画の概要欄に公式サイトのリンクを貼っておきますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。ドラム FM では皆さんからのお便りを募集しています。いただいた内容は番組内でご紹介させていただきますので、おすすめのウイスキーや素敵なバーのご紹介などをコメント欄にお寄せください。感想や質問も大丈夫です。たくさんのお便りをお待ちしています。それでは今日のゲストなんですけども、この番組ではゲストと称しまして、私が購入したウイスキーを皆さんにご紹介したいと思います。本日はサントリーウイスキーから青アイリッシュエディションです。初代の発売は2019年4月。その後、2025年12月に長期熟成原酒の贅沢な追加と味わいの進化を実現した現行のリニューアル版が発売されています。青はサントリーグループが持つ日本の山崎、白州、スコットランドのアードモア、グレンギリー、アメリカのジンビーム・クレアモント、アイルランドのクーリー、カナダのアルバータ、名だたる蒸留所の原酒をブレンドしたウイスキーです。世界をつなぐ雄大で美しい海の色、青をブランドコンセプトとし、五大ウイスキーを象徴する五角形のボトルが採用されています。ラベルの青の文字は、書家、荻野丹雪氏による日本の墨文字で表現され、世界の原酒と日本の匠の技の融合を表現。今では定番プレミアムウイスキーとして人気のブランドになっています。青アイリッシュエディションは、アイリッシュウイスキーの特徴を際立たせるために特別にブレンドされた数量限定ボトルで2026年6月から発売されています。どんな味がするんでしょうか。ではストレートでいただいてみたいと思います。はい、注ぎ終わりました。色味は紅白色ですね。早速香りからいただいてみたいと思います。トップノートはシトラスの香り。ミドルノートはハーブの青い香り。ラストノートは花の香りがします。では味わってみたいと思います。口当たりは滑らかで、ボディはミディアム。華やかな甘みが口いっぱいに広がります。次にビターな風味が穏やかに味を引き締め、麦の素朴な渋みが複雑な味わいを表現しています。フィニッシュはリンゴや洋梨のフレッシュな果汁。ホワイトペッパーの柔らかいスパイス。クローブのほろ苦さが余韻に程よく続きます。全体的に爽やかで飲みやすく、アクセントも効いていて飲み応えも十分です。ブレンデッドの良さをこれでもかと感じられます。フローラルなニュアンスやフルーツの甘みが好みの方でしたら、ちょうどいいウイスキーではないでしょうか。
今回はストレートでしたが、ロックやソーダなど飲み方を選ばず楽しめそうです。もしバーで見かけることがありましたら、ぜひ召し上がってみてはいかがでしょうか。そろそろお時間となりました。次回のゲストはホワイトピーク蒸留所からワイヤーワークスヘリテージシュバリエをご紹介したいと思います。このラジオが気に入っていただけましたら、コメント、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それでは良い週末を。お相手はシーカーでした。